出汁取りたいとこから始まるんで、はい、熱いお湯が欲しいですよね。はい、でいつも食べたいんだよねって言っていただけるような、普段使いで使っていただけるお店っていうのが目指してる場所ですね。今どんどん店舗増えてってるのもやっぱり最初のスタートがこういう札幌の外れからスタートだったんで、食べに来ていただけるのも嬉しいんですけどね、やっぱりもう少しお客さん側に寄ってっていうのをやりたいので、綺麗にどうやって早く出汁を取れるかっていうのをやってるので、この出汁袋の中に本当にチップ状にしてカツオがこう早く出るようにっていうような形にして取ってるんです。もうちょっとです。うちはストレートダレを作るんですよ。一気に作り置きてるんですけど、飲めるような状態で作るので、ここからストレートダレっていうんですけど、ここからストレートでそのままどんどん使っていくっていう、これがどんどん減っていっちゃうっていう、昨日作っただしと今日作った1日寝かす、2日寝かすことによってうまみ成分が立つんですよ。そのリスクとしては風味が落ちるんですよ。で基本的にはやっぱりうまみ残しつつ風味も欲しいから、昨日おととい作ったうまさが増しただしに今日取った風味の強いやつをブレンドしていくっていう、結局はそうストレートとして作っていく。うちで言えば大型店が3つあるんですけど、本店と手稲店と千歳店の大型店は今もそのやり方をとってるので、こう街の中心部とかに入っていくとお店がどんどんちっちゃくなっちゃうので、この出汁を寝かしておくための冷蔵庫が店内に置けないんですよ。ここはやっぱりちょっとやり方の製法は多少変わっては作るんですけど、大型店の3つに関しては従来通りのその寝かす出汁っていうのもうまく使いながらやってるんですよ。出汁が本当そのそばをどれだけ引き立てれるかっていうのはお出汁で決まるっていう、チェーン展開してるところで、うちらのようなちょっと変わった手打ちの極太縮れ麺の作業で01で打ってるものをこのバランスよく店舗展開しながらやってるっていうのは全国でも珍しいってすごく言ってもらえるので、そこがうちの中でもやっぱり一番売りなのかな。組織としてのチームワークとしてですね、どんどん頑張ってもらってるので、ここで食べても美味しいよって言ってもらえるように維持できてるのかなと思うんですよ。鴨のそぼろ丼ってやってるんですよ。これを業者に回してひき肉にしてもらってる。今切ったので何日分ぐらいなんですか？これだけで言ったら1日持たないです。柏
し合うはすごい難しくて、鴨はただシュッシュッシュッって切っていくだけなんですけど、筋は何か使われるんですか？いや、これは使わないです。こ使わないです。っちの皮はだしに入れるときに一緒に入れて油でだし取って盛るときはこれを取るんです。インスタグラム結構更新されてるんですか？ストーリーは毎日出してます。はい。10店舗ありますね。道内8店舗あるんですけど、札幌市内に7店舗で千歳市に1店舗で、あと千葉に2つあります。単価的に言うとですね、33席なんですね。はい、本当の繁忙期ってゴールデンウィークとかお盆とかの夏になるんですけど、300人から400人ぐらいずっと忙しいですよ。オープンから最後まで忙しいですよ。基礎と同じような扱いで、北海道の赤井川だったかな、そこに自生してた松の木をこう切ってきて、で自分たちで剥いた木がこう針としてこう店にドンと入る。ベックスさんっていうところのログハウスの専門店の人とこう話しながらやってたんですけど、女性客を引きつけるのはどうしたらいいかっていうところで、そこにやっぱこだわって作ったのがこの本店でもあるんですけど、大会にエントリーしたんですよ。それから1年経過してエントリーかけて、2009年度の日本ログハウスオブザイヤーですね、レストラン部門の優秀賞っていうのを取らせてもらったっていう。うちに一人ね、そばを打ちながら写真が趣味でずっと写真を撮ってる本州出身の子がいて、でその子はね、どちらかというと写真がメインです。写真がメインで空いてる時にそばを打ちに来るような感じで、この飾ってる写真がね、全部その子が撮った写真で、この北海道のこう季節によってその子がこう撮った写真でこう描いてるんですけど、鶏を一旦炒めて、それからカレー作る。北海道産のもも肉使ってて、いい肉使ってるんですけど、うちの柏そば用の鶏肉でもカレー用も全部一緒なんです。できるだけこう品質のいいもので美味しいものを使おうという形にはしてはいます。北海道って美味しいもの多いじゃないですか。野菜にしてもお肉にしても。北海道って実は地産地消でやるのが一番安いし美味しいしなんで。僕ね、おじいちゃんおばあちゃんがお蕎麦屋さんなんですよ。もともと日高地方に泉食堂ってあるんですけど、そこもう60数年やってまして、うちの母方の実家で家も隣にあったので、お蕎麦文化で育ったんですけど、道山と離れて高校に来て、大学は静岡に帰ってきてサラリーマンやってとかで、サラリーマンやりながらお蕎麦を食べ歩いてる時に、おじいちゃんおばあちゃんのお蕎麦ってすごい美味しかったなと思いながら、この味をやっぱり札幌で出したいなと思うところから、実家に戻っていろいろと自分が独立するための準備で勉強させてもらうっていうところから始まりますね。で31になる時に札幌に進出してきて、妻と2人で、一から桜というお蕎麦を作ったっていうところから始まるんです。お金もないですから、ちっちゃいお店を借りて3年ぐらいそこで始めて、今こっちのお店を建てたってところです。一番初めの創業は何年なんですか2005年の12月の年の瀬なんですけど、クリスマスぐらいの時にオープンしたっていうのが一番最初なんです。うちの麺は基本的にはやっぱり豆腐材とか何も入れてないので、そば粉と座り入れてるだけなので、あとはこの建物の地下に200メートルで井戸掘ってるんですよね。この下にもうめちゃくちゃ良質な、一生枯れることない某有名なジュースメーカーのミネラルウォーターがそのお水から作られてる。このお水で基本的には麺をこう打ち、いい水で打つことによってお蕎麦はやっぱり全然生き生きとするので。水道ひねれば当然全部その水が出るので、お出汁のカツオの出方もやっぱものすごくいいんですよね。軟水のきれいな透き通った水が出るので、すごくお出汁が透明で美味しいかなっていうのが、こうやってないですけど、やっぱここがやっぱ一番お出汁が美味しいかなっていう
番人気って何になるんですか？やっぱり鴨を使っているものが多いですね。鴨そば、鴨せいろですね。カレーも人気です。夏場でしたら冷やしたぬきも人気あります。記憶が定かじゃなくなって作っていいですか？ああ、別にこっち来ないでいいかげんね。おはようございます。最初が普通のりと温めに巻いてお湯入ります。あー、ごめんなさい。見て。はい、小豚大豚ね。研修中ですね。どうもつけて。ここに置いて。そぼろ丼でございます。忘れてる気がする。お願いします。これです。
はい。鳥花巻き。やってますか？ダイレクトに。下抜き6分後です。そうですね、4年弱ぐらい。どれぐらいの頻度で来られる？月にしたら1、2回ぐらいですね。今日は何頼まれたんですか？今日柏ですね。一応あと結構ね、せいろが多いですね。やっぱりそばかな。そばが美味しいですね。いらっしゃいませ。22って入ってます。22です。22です。いらっしゃいませ。はい。ありがとうございます。梅おろとエビ1点上がってる。はい、梅おろ。お願いします。で、柏行けます。お待たせいたしました。卵とじそばでございます。どうぞ。お菓子引き出しの中にございます。ありがとうございます。わさび丼とだし巻きが入ってます。ありがとうございます。
盛りそばの大盛りです。おそばに特徴があって少し麺が柔らめに打つんですよ。硬いと縮れてくれないので少し柔らめにするんですけど、柔らかくやるためには打ち粉をすごくふんだんに使うんですよ。この打ち粉がめちゃくちゃ溶け込むので普通のおそばさで考えられないぐらい濁ってくるんですよ。ドロドロのそば湯をドロッと飲むっていうそば湯を一緒に楽しんでいただきたいというのが一つの売りではあるんですけど。お願いします。お待たせしました。ごちそうさま大盛りでございます。すいません。出ます。よくこちらの店ちゃんと来られるんですか？地元が近いんで1年に 4,5 回は来るかもしれないです。そばが太くてもちもちしてて他にはない感じの美味しさですかね。いらっしゃいませ。はいよ。ご注文以上でお揃いでしたか？はい。お願いします。お願いします。10の2かもせいろ。お待たせいたしました。失礼いたします。注文の品お揃いですか？ありがとうございます。失礼いたします。お次どうぞ。
めちゃくちゃうまいです。最高です。そば湯ないとないんだ。そば湯。うん、まだあんまり。よくさくらさんって来られるんですか？子供できる前は来てたけどね、久しぶりに来ました。好きだよね。うん。いつも何頼まれるんですか？やっぱりせいろが多いです。鴨とか、鴨せいろ。やっぱそばだよね。太麺がね、ちょっとびっくりしたよね、最初は。美味しいです。本当ですね。本当ですね。大盛りの鴨せいろ。お願いします。大盛り天ざるです。注文されるものってどういったものなんですか？この時期は柏山菜が多くて、牡蠣が出る時は牡蠣そばが多くて、あと春と夏は冷たい盛りそばが多いんですけど、春はアスパラの天ぷらを出してくださるので、それを注文することが多いです。きのこそば10の2。あともう1個いる？それ2枚ね。はい。お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。
カレーライス。はいよ。失礼いたします。お待たせいたしました。カレーライスでございます。こんなとこまで。あら、落ちちゃった。おはようございます。おはようございます。仕事が私なんか半分できないの。真ん中にキャベツの漬物と左側に大根おろしがつきます。結構長いですか？私は長いです。長いです。15歳の時からいるんで20年以上います。
札幌市にも各店舗あるんで、発注とか、そういう作業とかしてから店舗に出てきます。店長さんを休ませるところで、僕はこうやって回りながら、各店チェックしがてら回ってってるっていう。直営ではここ入れて3店舗なんですよね。鹿です。はい。北海道産の。僕の父の代から始まってて、で僕が3歳の時に始まったんで、38年になりますね。
ます。鶏天定食です。こちらピーマンと鶏ももです。こちら鶏胸がお2つです。はい、どうぞ。お店でしか味わえない味、家でやってもやっぱこうはいかないので、やっぱこういうとこ来ないとなかなか味わえない。すごい美味しいです。豪華な定食の中に入っている渡りガニソフトシェルの天ぷらです。お願いします。ありがとうございます。ごぼうのお客様。こちらカニ飯です。こちらアジです。ピーマンです。エビになります。どうぞ。じゃがいもととより大とナスビになります。日替わり定食、毎日中身が変わって日替わりの定食、6品と8品っていうのがあるんですけども、男性の方は8品、はい、定食が多いです。日替わりおすすめです。いらっしゃいませ。何名様ですか。どうぞ、カウンター席どうぞ。
失礼いたします。お待たせいたしました。失礼いたします。卵です。はい。夏のイカとかでいきます。はい、出します。が魚板より大です。おすすめ定食イカです。大です。おすすめ定食イカです。日替わり定食こっち2個。はい。おすすめ定食。おすすめお二つ。はい。卵お一つ。食べてみたい。初めて食べる。ありがとうございます。お願いします。はい。お父さんもなんか飲みなよ。いいの？先にご飯もらった。天丼でもいいよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずはカレー、茶碗蒸ね。どうしようかな、今日暑いなと思って。でも多分最高の。お父さんの今日のおすすめっていう暑いよ。すごい暑いからこれは売りだもんね。これがいいの。美味しい。でもね。いいタイミングの時間だったね。これ一つずつ持ってくる。まだ持ってくるんでしょ。この後も。食べたことない。美味しい。暑いから美味しいんだよね。今日は。歌すきっぱなにしようかなと思ってね。せっかく良くなって。私が運転できたらね。そうそう。決まりですか。決まりを決まりをはい、じゃあでやらないですか。桜エビのかき揚げ、この甘鯛、鱗付きの新鮮な甘鯛が手に入ったんで、それをちょっと特製定食に入れて。
ありがとうございます。勉強になります。好きな天ぷらってあるんですか？やっぱりエビですかね。はい。ここら辺ってどういう町になるんですか？中心街からは離れてる郊外なんですけど、住宅街なんで昔から地域密着で。白豚ロースと舞茸です。失礼いたします。白鳥ささみです。ホタテです。はい、こちらのお店さんって何ですか？こちらのお店さんってよく来られるんですか？よく来ます。近所なんですよ。家が近くてよく来ます。天ぷらクラブさんの
魅力的なところってどういったところですか？ご飯おかわり自由なあとやっぱり揚げたてがすぐ食べれるのと、美味しいんだよね。美味しい、すごい美味しい美味しいので子供たちも好きで、よく家族で来たりもします。ありがとうございます。こんにちは。30分。はい、お待たせいたしました。酢だし、一番だし、ちょっと飲んでみてください。僕もともと板前和食だったんですよ。札幌とかすすきので修行してたんですけど、独立する前の店が、和食の店で女将が四国出身だったんですよね。その当時は四国からうどん送ってもらってたんですよ。でコース料理の最後に出してたんですけど、で江別がちょうど小麦粉の産地ということで、春豊を入れて何かを作りたいなと思ってたんですよね。でうどんがいいなと思って。豚バラですね。豚バラブロック。こんな雪少ないことないんですよ。分かるようになって。
次も。お願いします。具できたから具とあれやるからそれからトッピングごめんなさい私がはいグータップと半熟卵天丼失礼します。今まで何回かプロートして結構駐車場のアンチャーでお出汁もすごく体に染みる感じのお味ですし、うどんもとても喉越しよく食べられて美味しいです。美味しい美味しい。うどんを豚とあとはよし、カメ30秒で上がる。11。マグロユッケのセットと作った角煮の温玉丼で。私がインスタ見ててすごいここのお店気になってて今日はもうこれを食べに来たって感じでした私角煮のセット頼んだんですけど、柔らかくて全然繊維残んない感じですごい美味しかったです。自分二日酔い気味なんですけど5層6分締めたって美味しかったです。
してみなせっかちもロンドン。30秒運ぶ時間ください。2番。よいしょ。カメ次向いとは。ないしょ。次の方だけでかしこまりました。いちごあるかな。いちごいいのないな。オレンジしかない。どうもありがとうございます。怒られてるな。15。よし。今日ちょっとなんか滑るからよいしょ。はい、お待たせいたしました。卵天がお待たせいたしました。どうぞ。弾力がすごいです。いつもなんか注文されるもんと決まってます。セットもので行けそうな時は行きたくなるお店。いや美味しいですね。ちょうどいい量ですし、つゆが美味しいです。豚の角煮の、セットの定食いただきました。どうもありがとうございます。お盆かかってよし。ネギなし。ネギだけ卵かけご飯だけね。あれご飯少なめ。なるほど、こう書いてあった。
お子様で一つ多いですね。一つ冷やししようかね。冷やし。私はいける。こちらにお子様のおうどん。はい。醤油も美味しいんですよ。時間かかるんでね、これ。結構夏場になるとやっぱり時期によって、ナスビ入ったりちょっと変わるんですよね。これさつまいもじゃなくてかぼちゃだったりレンコンじゃなくてナスだったり、春菊と大葉は今大体入れてますね。お待たせいたしました。天丼セットです。はい、どうぞ。夜はですね、やっぱりコロナからだいぶ変わって7時半とか8時にもありますし、あとお客さん次第で伸ばしていきたいですよね。さっきなんでみんなここで働いてるわけじゃはい、大丈夫です。いただきます。美味しそう。確かにうまいわ。久々に温かい水のだし。ありがとうございます。ぜひぜひまた来た時寄ってください。